はじめまして、松永壇上久秀なのじゃ。はじめまして、筒井純慶と申します。どうもどうも、島左近っすよ。このチャンネルでは好き勝手に奈良のグルメや観光地、歴史について紹介していくのじゃ。ですが総大殿、まずは私たちのことを知ってもらうことが必要では。そうっすね。普通の人からしたら誰やねんこいつらって感じっすからね。いやいや、わしそこそこ有名人じゃが。ああ、確か戦国ボンバーマンとか呼ばれてるんでしたっけ。いや、そんな風に呼ばれとるとか初耳なんじゃが。まあまあ、それでは私が総大殿について簡単に説明いたしますね。任せたのじゃ。松永壇上久秀、奈良の市議三条城主を務めた戦国武将。将軍殺害、主君殺害、大仏焼き討ちの三悪を行った狂雄として有名ですね。かの第六天魔王信長と敵対しながらも2度も許された人物としても有名です。そして最後は再び信長に反旗を翻し、市議三条の天守で古典明平雲と呼ばれる茶釜に爆薬を詰めて盛大に爆死したとされることから戦国ボンバーマンと。いやいや、それは後世の創作じゃからな。わしそんなことしとらんし。そうはおっしゃいますが、総大殿、今の世ではそれが真実なのです。大仏焼き討ちとかするからそういうことになるっすよ。信長も比叡山の焼き討ちしたから第六天魔王とか言われてるんすよね。いやいや、あれは信玄坊主が天台座主を名乗って比叡山の焼き討ちを咎めてきたから。これはお前らにとっての高難である第六天魔王じゃぞってレスばした結果じゃろうが。まあまあ、総大殿、なんと言い訳したところでもうそのように呼ばれてしまっているものはどうしようもありませんよ。納得がいかんのじゃ。ならむっつりスケベって呼ばれた方がいいんすか。確か真瀬道さんとかいう医者から高祖美をうろんとかいう。それ以上は許さんのじゃ。まあまあ、落ち着いてください、総大殿。そうだ、私の紹介をお願いできますか。なんかごまかされたようで釈然とはせぬが任されたのじゃ。筒井純慶、郡山城城主を務めた戦国武将なのじゃ。わしが三好長義様にお仕えしていた時代には大和の支配権をめぐってバチバチにやり合った仲なのじゃ。そうでしたね。あの頃は激しく攻め立てられ大変でした。じゃが長義様の死後は一転してわしが攻め立てられる立場になったのじゃ。せっかく奪った筒井城も取り返されてしまったしのう。そうでしたね。懐かしいことです。いやいや、物騒なことをそんなしみじみと回想しないでほしいっす。そしてなんやかんやあってわしと純慶殿は信長に心中することになったわけじゃが、わしはまあ信長に二度反旗を翻して死んでしまい、大和は純慶殿が治めることになったわけじゃな。その後で有名な話は本能寺の変で信長が死んだ時、明智にも豊臣にも組みせずに日和見を決め込んだことから子らが峠を決め込むとかいうことわざが生まれたぐらいかの。あの時はどちらが勝つか分かりませんでしたからね。軽々に騎士を鮮明にするわけにはいきませんでした。それが武士としての当然の振る舞いじゃ。かの朝倉宗敵も言っておる。武士というものは犬と言われようと畜生と言われようと勝つことこそが最も大事であるとな。武士は正々堂々と戦うものだという子供の幻想を木っ端みじんに打ち砕いていくっすね。そんなきれい事を言っておっても負ければ死ぬんじゃ。どんな手を使ってでも勝てばよかろうなのじゃ。
悲しいですが、それが戦の現実ですね。さて、それでは最後に私が左近の紹介をするとしましょうか。主君に紹介させるとか恐縮っすけど、お願いしてもいいっすか？任されました。島左近、本名は島木陽気ですが、左近の名前が一般的に知られているので、左近で話していきますね。オッケーっす。というより最初にそう名乗ったっすしね。そうでしたね。左近は私の家臣の一人で、通称右近と呼ばれた松倉重信と共に左近右近と並び称される筒井家の両翼とも言うべき武将です。左近の名が最も有名になったのは、私の死後後を継いだ貞次との確執で筒井家を去った後のことですね。石田三成に日本版3個の礼で迎えられたという話じゃな。確か三成の俸禄が4万石じゃったのに、その半分の2万石で召し抱えられたんじゃったか。いや、あれにはびっくりしたっすよ。頭のネジいかれてるんじゃないかと疑ったっす。お主、元主に対してめちゃくちゃ言いおるの。三成はお主にとって悪しき主じゃったのか。そうっすね。悪しき主ではなかったと思うっす。なんというか困った人って感じっすかね。あの人にとって自分を取り立ててくれた秀吉殿が全てだったと思うっす。だからその死後に無理をしすぎたんだと思うっす。もともとコミュ障なくせして自分がやらねばと張り切って空回りしまくってたって感じっすかね。本当困った人っす。でもあの人のために何かをしてあげたいと思えるような太陽のような人でもあったっす。だからこそその眩しさに惹かれる人たちもわずかながら存在したっす。大谷義次殿、直江兼次殿、前田利益殿。正しさゆえに孤立し、それでも自分の正しさを信じて歩き抜いた。そして最後はその眩しい生き様に魅せられた人々と共に歴史の闇へと消えていった。本当に困った人っすよ。それは困ったお方ですね。で、あるな。やめやめ、なんかしんみりしてしまったっす。そうですね。それでは今回はこの辺で終わりとしましょうか。動画の感想は下のコメント欄に書いていってくれると嬉しいのじゃ。チャンネル登録をして次の動画も見てくれると励みになるっす。動画が面白かったら高評価、つまらなければ低評価、どちらか押していただけると今後の参考になります。それじゃまたっす。